こんにちは。今日は雨の日の過ごし方について少し詳しくお話しします。朝から雨が降り続いています。空を見上げると厚い雲が広がっています。雨の日に出かけるときは傘が欠かせません。突然雨が強くなっても安心して歩くことができます。出かける前に天気予報を確認しておくと安心です。大雨の予報が出ている日は特に注意が必要です。外出をやめて家でゆっくり過ごす人も少なくありません。本を読んだりして静かな時間を楽しみます。雨が激しく降ると道路に水たまりができます。足元を見ながら歩かないと危険です。雨の日には防水性の高いブーツが役立ちます。靴の中まで濡れにくいのでとても快適です。学校や保育園へ子供を迎えに行く人もいます。雨の中でも家族のために出かける姿は印象的です。子供たちは雨の日でも元気いっぱいです。水たまりを見つけると夢中になって遊ぶことがあります。急な雨に降られたときは雨宿りをすることがあります。雨音を聞きながら待つ時間も悪くありません。一本の傘を二人で使うと自然と距離が近くなります。何気ない時間でも心が温かく感じられます。雨に濡れてしまうと体が冷えてしまいます。家に帰ったら早めに着替えて暖かく過ごします。雨の日には雷が発生することもあります。突然大きな音がすると驚いてしまう人もいるでしょう。長時間の大雨は土砂災害の原因になることがあります。危険な場所には近づかず、安全を最優先にしましょう。カエルやカタツムリは雨の日によく見られます。湿った環境を好むため、雨の日は特に元気そうです。梅雨の時期になると、アジサイが美しく咲き始めます。雨粒に濡れた花はより鮮やかに見えます。雨が止み、雲の間から光が見えてきました。明るい空を見ると気分も晴れます。雨上がりの空に大きな虹がかかっています。色とりどりの光景に思わず見とれてしまいます。青空が広がり、多くの人が外へ出てきました。公園や道には楽しそうな声があふれています。もう一度聞きます。次は繰り返してみましょう。朝から雨が降り続いています。空を見上げると厚い雲が広がっています。雨の日に出かけるときは傘が欠かせません。突然雨が強くなっても安心して歩くことができます。出かける前に天気予報を確認しておくと安心です。大雨の予報が出ている日は特に注意が必要です。外出をやめて家でゆっくり過ごす人も少なくありません。本を読んだりして静かな時間を楽しみます。雨が激しく降ると道路に水たまりができます。足元を見ながら歩かないと危険です。雨の日には防水性の高いブーツが役立ちます。靴の中まで濡れにくいのでとても快適です。学校や保育園へ子供を迎えに行く人もいます。雨の中でも家族のために出かける姿は印象的です。子供たちは
雨の日でも元気いっぱいです。水たまりを見つけると、夢中になって遊ぶことがあります。急な雨に降られたときは、雨宿りをすることがあります。雨音を聞きながら待つ時間も悪くありません。一本の傘を二人で使うと、自然と距離が近くなります。何気ない時間でも心が温かく感じられます。雨に濡れてしまうと体が冷えてしまいます。家に帰ったら早めに着替えて暖かく過ごします。雨の日には雷が発生することもあります。突然大きな音がすると驚いてしまう人もいるでしょう。長時間の大雨は土砂災害の原因になることがあります。危険な場所には近づかず、安全を最優先にしましょう。カエルやカタツムリは雨の日によく見られます。湿った環境を好むため、雨の日は特に元気そうです。梅雨の時期になると、アジサイが美しく咲き始めます。雨粒に濡れた花は、より鮮やかに見えます。雨が止み、雲の間から光が見えてきました。明るい空を見ると、気分も晴れます。雨上がりの空に大きな虹がかかっています。色とりどりの光景に思わず見とれてしまいます。青空が広がり、多くの人が外へ出てきました。公園や道には楽しそうな声があふれています。